おはようございます。画家のギソです。今日はですね、新緑の北海道、空知川じゃなくて、ここは、布部川というですね、知ってます皆さん、北の国からという名作がございまして、北の国からのあたりですね、を描いていこうと思います。本日もよろしくお願いいたします。どういう風に描きましょうか、今日は。ちょっと基本的な技法みたいな感じで、少し途中お話ししながら描いていきましょうか。ねえ。いやー、やっぱね、僕が北の国から大好きなのはもうバレてますけどね。絶対もうなんかね、世界に売って出れるドラマやと思うんですけど、皆さんどうですか？半沢直樹とかも素晴らしいけど、日本のなんかね、いろいろ社会みたいなのよりも、北海道の大自然と、いやもう映像も素晴らしいしね。フジテレビ関係の人、ネットフリックスかなんかにあげたら、僕は大儲けできると。それよりもやっぱね、名作を眠らせてほしくないというかね、DVD ボックスみたいなのがあった。すみません。全然関係ない話をしております。深夜、朝方4時でございますが。もうね、北海道憧れる人ね、結構いますもんね。ここ本当はね、マスキング液とかね、こういう枝とかを使えたらいいんですけど、ちょっと、ね、苦手という人もいるでしょうから、今回はやめておきましょうね。北海道の布部川という、ここから水をですね、引いて、自宅に水が通るというシーンがですね、原田美恵子さんがお母さんの役でしたよね。お母さんちゃんは先生の役で、ね。いやー、もう名作ですよ。本当に今の令和の人が見てもどうなんですかね。大変か。こんな生活したくはないと皆さん言うか。どうなんですか。この辺やな、この辺やな。もう本当にもう、この新緑どうやって描くかですね。オキサイドグリーンやったっけな、これね。この、やっぱり新緑の、この初めに黄色置いときましょうか、これは。何だっけな。カドミウムグリーンライトネオですね。こちらでしたね。650円。音が起きそうです。やばい。もっと黄色いとことかね。葉っぱの位置を確認しながら。で少し影のところとかは、ラフィーネさんの使いやすい僕は。葉っぱもせり出てくるところに対して暗いところちょっと予算とか考えるとあんなドラマできないんでしょうけどね。せめてまたね見れるように DVD ボックスもうねDVD ありました。DVD 自体がもう見れない家庭も多いですもんね。私のとこもそうですね。DVD はもう今置いてないですね。車でしか見れないですもんね。また後で書くんですけど、とりあえず明るい色が中心に置いておいて、ちょっと暗い色で、この辺かなという位置を探るように今置いていきました。わあ、いいですね。まあね、厳しい冬があっての春ですからね。で、このぐらいで、あんまりもうこれ以上グダグダ触らずに一回乾かす、という感じにして、次は水のとこですね。どの辺かな、この辺かな。で、光がこっから真下にずーっと落ちていってるということですので、そのあたりというのは、書かずにね、ぐっと我慢して、今度はターコイズブルー。で、ちょっとかすらせて、
書いておいて、中には、バーンとシェンナみたいな色を感じたり、かすらせてます。今日新緑のというサムネイルかと思うんですけど、ね、やっぱこの水辺が中心になっちゃいますかね。この辺も水をぐぐーっと我慢してエメラルドグリーンやったかな。どんな感じがいいかな。あんまりつけずにね、まだね、後でつけますよ。うわ、すげえね、蛍光色みたいね。この水の流れを、その中に緑から茶色とかにかけてね、ここに木があるなとか、ビューッとね光がね差し込んでいて、右下下がり病に見えないように、そういうのはもう必然的な波の流れがこうなってるんで、右下下がり病になりがちですけど、そうじゃないところを見つけたらちゃんとそういうところが書いてあってね。木なんか塗り残すとこ塗り残さんといかんからね。ここもちょっと大きな目。ね、見ての通り、ほんと画面全面に動いていきますよね。それができないね。ね、皆さんね、言ってますか？ターコイズブルーグリーン系がいいかな。でかすらせながら、こんな感じ、ちょっと右下下がりのところとかをあったら、そういうところもつけてあげると左下下がり病に見えないと。こういう枝とかね、木とかね、この時に抑揚としてね、ペターっとしてないでしょ。ちょっと濃淡もつけていっていると。現場でだいぶここのとこ2年ぐらい書いてきたせいか、そういう現場での雰囲気みたいなのを出すのにちょっと慣れてきましたね。現場で書いたのはね、細かさみたいなのはないかもしれないけど、勢いみたいなのがあって、僕は個人的には絵として好きなんですよ。で、それと両方が相まることができないかということが、実は私のテーマとして、ここのところのテーマとしてありました。ちょっとそれが融合しつつあるかなと。ね。やっぱり油絵とかに描くときにどうしても、これは実際も油絵に描いてます。動画も上げてます。ね、描くときになんか縮こまってしまわんようにというかね、縮こまる
チビがね、ちょっと起きそうなんで静かにしてます。すみません。小声で申し訳ない。下の子も体力ついてきたから、ほんと元気ですよね。またこう、緑の方に行きますので、こういう時はこう、汚れたパレットある程度きれいにしてください。少しですね、暗いところ、かすらせて。前に出てきてる全体が影になってる木。でちょっとこう木とかもできてきて、少しこう全体が埋まったぐらい、全体が白いこう白樺の白さは少し残しつつも、白樺かな、木のこう白さは残しつつも全体が埋まったぐらいで、ちょっと木にボリュームをつけていく。明るい葉っぱのちょっと下とかを、見つけ出して、ね、明るい葉っぱの下とか、これやりすぎないようにね、慎重にここ行くとこです。ここは慎重に行ってます。明るい、これは葉っぱで、これはその下に影が落ちているというイメージ持って、やりすぎると全部がこう色がぐっと落ちていってしまうので、せっかく鮮やかにこう塗った色がですね、ここすごいポイントですよ。塗り残したとこが、明るくなる。油絵と逆なんですね。ちょっと難しいですけどね。ちょっとこうなんか、こういう形とかこういう形にちょっと見えてきてませんか？またパレット掃除して、緑以外の仕事になってきたらまたパレット掃除する。若干次はセカンドウォッシュというような感じですけども、だいぶいいグリーンになってきましたね。で、ちょっと木を描いていきますね。ここよ、ポイントは。実は、この木、水、ここの境目めっちゃ大事なんですよ。で、木も、ね、茶色ってみんな起きすぎ。起きすぎ。外側にある隙間とかね。後ろに見える。結局中に木のね、暗いとこがギュッ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 と入ってるところとか、薄い木の色。この中の方ってそんなにこう大事じゃないっていうことはないんですけど、ちょっと見えてるこう木で後を想像させてくれる。わける？その時も茶色とかね、あとちょっと僕はこう青とか使ってね、分離色と呼ばれるようなね、ちょっと先がもう弱くなってきたんでね、バーンちょっと買ってみました。ラフィーネロングラウンド LR4 使えるかな。最後の描写なんかこの1本ぐらいあれば、いいね。もう1秒でわかるわ。
どうしてもね、髪がざらついてるから先ってやっぱりどうしても削れてくるので、それはもうね、半年ぐらい使ったらちょっとね、細なってしまいました。丸なってしまいましたよ。そんなんね、それをどうにかせえちゅっても筆会社の人もね、そんな無理っすわーって言い張りよ。絶対ね。いやー、これは細い線かけるわ。これ油絵で使えんじゃん。髪の毛とか描くとき油絵でいいかもしれんよ、これ。わ、これ髪の毛もしかしてめちゃくちゃいいかもしれん。もう2、3本買ってみようかな。油絵用にですね。あ、これ絶対髪の毛描くのにいいわ。これが一番なんか小さいやつやったですもんね。4かな。LR の4。これ髪の毛とか描くのにめっちゃいいわ。なんぼでも弾ける。柔らかすぎずく。これ、あれですか、ナイロンですか？なんか本当に動物のね、イタチ科のような雰囲気がなんかあって、ちょっとこう腰もあっての柔らかくて、含みも良くて。面白いわ。じゃあ先ほどの筆がこう使い勝手ないかというとそうでもなくて、ね、ちょっとこう毛先はちょっともうね、丸くなってしまったけど、それでもこういうふうにこう、ちょっとこう点描的な感じとか、そういった時には全然使えますので、ね、もうこんなもんバイッとかって専用にしてください。全然まだ使えます。少し、点描みたいなことを増やしていって、複雑にしていく。でもこれも新緑を失わないようにね、影のとこみたいなイメージで、筆のタッチもこういろんな方向にしていきながら、ですね。これだから本当に僕今までこの2本でいけると思ってたですもんね。より細かい仕事として、これとかね。もう3本あれば、本当透明水彩だけやったら、僕アクリルやるからですね。アクリルはこういう筆使いたくないんですね、やっぱりね。どうしても。うっかりっていうことがあるじゃないですか。うっかり。急に雨降ってきたりとかですね。あかん、逃げやなとかっていう時とか、筆洗うのをね、うっかりとか。その場ではちょっと洗えたつもりでも、ね、ちょっとでも絵の具残ってたりすると、カピカピやないのとかってなるんですよ。せやからこうね、なかなか。またちょっとね、木々のところの、全部書かんよ。ちょんちょんちょんとかね。ちょん隙間にちょん、こう繋がって見える。ちょんちょん、ペッペッペッペ。まあ、白とか使って枝なんかをね、チュッ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 と。水の流れを書いて。この辺はなんか現場で培ってきた、ね。そういうのがもう相当書いてきたあれで。
細い線引ける。まあこうやってどんどん密度をね、少しずつ上げながら、やっぱ、鮮やかな色っていうのはもう消さんようにね、ここのとこだけは気をつけながら、完全に消さんように、それでもやっぱ密度を上げていくし、生の白に近いのも、水のこういうこうね、波紋のあれの表現になるので、こう残しながら、ちょっとずつ密度がね、上がってきてるのがわかるかなと思います。線形はすごい、もうハッチングとかするにはすごいもう最上級の筆やと思います。めちゃくちゃ楽です。なんかこうつながってますねっていうのを少しこう感じさせたり、向こうの方もね。今日は本当基本的な、技法で、そんな難しいこと、難しいことしてるわけじゃないですよね。誰でもできますよね、こんなんね。小学4年生でもできると思いますしね、9歳の子でもできると思うしね、完璧やろ、どないでか。ぜひぜひ、新緑こう塗り残しながらね、でも難しいわーって言うてはるかもしれんけどね。まあ、ちょっとずつ密度を上げていくんですけど、まあ、その際もやっぱり新緑をしっかりとこう残しながらね、緑を残しながらも暗い葉っぱとか暗い葉。ね、という感じでございました。1時間、ちょうどぐらいでございます。この辺とかもね、もうちょっと書いてもいいかなとは思うんですけども、本何倍でどうでしょうか。今日はこのロングランという、ロングラなんとかライド。かっこいい線ね、サイン。どないでっか。完成でございます。1時間で決めてるわけじゃないんですけどね、動画の編集考えるとこのくらいがちょうどいいという、今日はウォーターフォードのアラメというのを使って1時間で新緑を描く、いやいや北の国からを描くということでございました。この動画良かったという方、やっぱチャレンターラックコメントよろしくお願いします。ではいい子問題だ2号チャンネル登録よろしくね。